皆さんこんにちは。お元気ですか？日本語ポッドキャストのほのぼのです。今日はクルーズ旅行のお話をします。皆さんは船で旅行をしたことがありますか？また興味がありますか？私はお正月に初めてクルーズ旅行に行きました。4泊5日の旅行です。船でいろいろな体験をしました。そして寄港地では新しい文化に出会いました。このエピソードを聞きながら自分ならどう楽しむか想像してみてくださいね。私が乗った船は MSC ベリッシマです。MSC ベリッシマはイタリアのクルーズ船です。この船はとても大きいです。お客さんは約5000人乗れます。クルーは1500人以上います。なので船の中はいつも賑やかです。船の中にはレストラン、プール、ジム、カジノ、ショッピングエリアなどたくさんの場所があります。私は何をしようか迷いました。今回のクルーズのコースは沖縄から石垣島、台湾のキールン、宮古島に行くコースでした。沖縄を出発する前に那覇で1日過ごしました。夜は居酒屋で沖縄の民謡ライブを見ました。沖縄の歌はとても感動します。私は涙が出ました。そしていよいよ船の旅が始まりました。船では毎日ディナーを楽しく食べました。初めて会った人たちと一緒に夜ご飯を食べました。最初は少し緊張しましたが、話してみると楽しかったです。クルーズでは毎晩ドレスコードがあります。ホワイトナイトでは白い服を着てご飯を食べました。ドレスアップは少し面倒だと思っていました。でもとても楽しかったです。他にもイタリアンナイトという日もありました。テーブルの上に緑、赤、白のナプキンが置いてありました。ご飯を食べていると音楽が流れました。そしてイタリアの国旗の色のナプキンを音楽に合わせて振り回しました。スタッフは歌を歌っていました。会場全体がとても盛り上がりました。とても楽しかったです。夜にはショーもありました。ロックやアクロバティックなパフォーマンス、ジャグリングなどいろいろなショーを見ました。毎晩がパーティーのようで夜遅くまで遊びました。プールにも入りました。水の中は暖かかったです。ですが、外は風が冷たかったです。とても寒くて体が震えました。でも、とてもいい思い出になりました。船には運動する場所もあります。私はジムに行きました。私はストレッチのクラスに参加しました。船の中ではご飯をたくさん食べたので運動をしました。このクルーズでは石垣島、宮古島、台湾のキールンに行く予定でした。でも天気が悪く波が高かったため、石垣島と宮古島には行けませんでした。少し残念でしたが、船の中でショーを見たりダンスをしました。
なので時間はすぐに過ぎました。台湾のキールンには行くことができました。私は初めて台湾に行きました。台湾では10分、黄金の滝9分に行きました。10分ではランタンに願い事を書いて、ランタンを空に飛ばしました。黄金の滝はとても綺麗でした。9分では階段をたくさん登りました。少し疲れましたが、素敵な場所でした。台湾では餃子を食べました。またタピオカミルクティーを飲みました。とても美味しかったです。台湾の食べ物をもっと食べてみたいです。私はタクシーをチャーターして観光しました。運転手さんが日本語を話せたのでとても助かりました。台湾の人々の優しさに触れて、また台湾に行きたいと思いました。船には Wi-Fi がありました。でも使いませんでした。なぜなら料金が高かったからです。そのおかげでスマートフォンを使わずに過ごしました。最初は少し不便だと思いました。ですがだんだん慣れました。家族や友達と話したり、体を動かしたりする時間が増えました。今この瞬間を楽しむことができました。インターネットがない生活もいいものだと思いました。今回の初めてのクルーズ旅行はとても楽しかったです。寝ている間に違う場所に行けるのはとても便利です。もっといろいろな国に行きたいと思います。クルーズは特別な体験ができる素敵な方法の一つです。皆さんも機会があればぜひクルーズ旅行をしてみてください。船では美味しい料理や楽しいイベント、新しい出会いを楽しむことができます。日本を一周するコースもあるので、日本旅行の方法としてもいいと思います。それでは今日のお話はここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。そして皆さんの人生という旅も素敵なものになりますように。皆さんこんにちは。お元気ですか？日本語ポッドキャストのほのぼのです。今日はクルーズ旅行のお話をします。皆さんは船で旅行をしたことがありますか？また興味がありますか？私はお正月に初めてクルーズ旅行に行きました。4泊5日の旅行です。船でいろいろな体験をしました。そして寄港地では新しい文化に出会いました。このエピソードを聞きながら自分ならどう楽しむか想像してみてくださいね。私が乗った船は MSC ベリッシマです。MSC ベリッシマはイタリアのクルーズ船です。この船はとても大きいです。お客さんは約5000人乗れます。クルーは1500人以上います。なので船の中はいつも賑やかです。船の中にはレストラン、プール、ジム、カジノ、ショッピングエリアなどたくさんの場所があります。私は何をしようか迷いました。今回のクルーズのコースは
沖縄から石垣島、台湾の基隆、宮古島に行くコースでした。沖縄を出発する前に、那覇で1日過ごしました。夜は居酒屋で沖縄の民謡ライブを見ました。沖縄の歌はとても感動します。私は涙が出ました。そしていよいよ船の旅が始まりました。船では毎日ディナーを楽しく食べました。初めて会った人たちと一緒に夜ご飯を食べました。最初は少し緊張しましたが、話してみると楽しかったです。クルーズでは毎晩ドレスコードがあります。ホワイトナイトでは白い服を着てご飯を食べました。ドレスアップは少し面倒だと思っていました。でもとても楽しかったです。他にもイタリアンナイトという日もありました。テーブルの上に緑、赤、白のナプキンが置いてありました。ご飯を食べていると音楽が流れました。そしてイタリアの国旗の色のナプキンを音楽に合わせて振り回しました。スタッフは歌を歌っていました。会場全体がとても盛り上がりました。とても楽しかったです。夜にはショーもありました。ロックやアクロバティックなパフォーマンス、ジャグリングなどいろいろなショーを見ました。毎晩がパーティーのようで夜遅くまで遊びました。プールにも入りました。水の中は暖かかったです。ですが、外は風が冷たかったです。とても寒くて体が震えました。でも、とてもいい思い出になりました。船には運動する場所もあります。私はジムに行きました。私はストレッチのクラスに参加しました。船の中ではご飯をたくさん食べたので運動をしました。このクルーズでは石垣島、宮古島、台湾の基隆に行く予定でした。でも天気が悪く波が高かったため、石垣島と宮古島には行けませんでした。少し残念でしたが、船の中でショーを見たりダンスをしました。なので時間はすぐに過ぎました。台湾の基隆には行くことができました。私は初めて台湾に行きました。台湾では10分、黄金の滝9分に行きました。10分ではランタンに願い事を書いて、ランタンを空に飛ばしました。黄金の滝はとても綺麗でした。9分では階段をたくさん登りました。少し疲れましたが、素敵な場所でした。台湾では餃子を食べました。またタピオカミルクティーを飲みました。とても美味しかったです。台湾の食べ物をもっと食べてみたいです。私はタクシーをチャーターして観光しました。運転手さんが日本語を話せたのでとても助かりました。台湾の人々の優しさに触れて、また台湾に行きたいと思いました。船には Wi-Fi がありました。でも使いませんでした。なぜなら料金が高かったからです。そのおかげでスマートフォンを使わずに過ごしました。最初は少し不便だと思いました。ですがだんだん慣れました。
家族や友達と話したり、体を動かしたりする時間が増えました。今この瞬間を楽しむことができました。インターネットがない生活もいいものだと思いました。今回の初めてのクルーズ旅行はとても楽しかったです。寝ている間に違う場所に行けるのはとても便利です。もっといろいろな国に行きたいと思います。クルーズは特別な体験ができる素敵な方法の一つです。皆さんも機会があればぜひクルーズ旅行をしてみてください。船では美味しい料理や楽しいイベント、新しい出会いを楽しむことができます。日本を一周するコースもあるので、日本旅行の方法としてもいいと思います。それでは今日のお話はここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。そして皆さんの人生という旅も素敵なものになりますように。